今回は以前ご紹介して今では私のキッチンになくてはならない存在になった鉄フライパンの続編をお届けしたいと思います。あれからこの鉄フライパンは毎日のように活躍してくれています。鉄への苦手意識がなくなると不思議なもので、もっと違う料理にも挑戦してみたいなんて料理への探求心が湧いてきます。ちょうどそんなタイミングで鉄フライパンのメーカーさんから新しい仲間が増えましたとご連絡をいただいたんです。それが今回ご紹介する中華鍋と卵焼きフライパン。正直鉄フライパンは一つあれば十分ではと思っていた自分もいたのですが、実際に使ってみると特化した道具にはそれなりの魅力がありました。今日は私の料理生活をさらに豊かにしてくれたこの新しい2つの道具をご紹介します。今回ご紹介するのがこちら、トゥーベストクッカーのゼロフライパン中華鍋とゼロフライパンエッグ&オールです。どちらもシックな黒色がかっこいいですよね。実はこのシリーズが発売当初から大きな話題を集めたのには理由があります。というのもこのゼロフライパンシリーズは幕開けというクラウドファンディングでなんと1億円を突破したというすごい人気の商品なんです。そしてこの人気を支えているのがこのシリーズの最大の魅力、それが表面に施されたエッチング加工です。半導体の製造にも使われる最先端の技術なんです。鉄の表面に微細な凹凸を作ることで食材が触れる面積を減らしてくっつく、焦げつくという鉄の弱点を大幅にカットしてくれます。しかもその凹凸が油をしっかりキャッチしてくれるので、使えば使うほど油なじみが良くなってどんどん自分だけの道具に育っていくんです。つまりフッ素樹脂加工のような使いやすさと鉄ならではの強火、高蓄熱のいいとこ取り、さらにガス火と IH どちらにも対応しているのでキッチンを選ばず使えるのも嬉しいポイントです。加えて嬉しいポイントが面倒なシーズニングが不要なこと。届いて開封したら洗ってすぐに料理が始められます。もちろんこだわりたい方はシーズニングをして本格的に育てていく楽しみ方もできます。そして窒化処理という特殊な加工で錆にも強い。コーティングのように剥がれる心配もないので、まさに一生ものとして使っていけるフライパンです。ではそれぞれどんな風に使い心地が良いのか実際に料理しながら見ていきましょう。鉄フライパンの使いこなしでまず大切なのが予熱です。煙が上がるくらいしっかり温めて適量の油をなじませる。このひと手間で焦げ付きにくさが格段にアップします。五徳の関係により真ん中が温まりにくいので、フライパンをずらしながら中心部までしっかり温めるのもポイントです。中華鍋のサイズは28センチと24センチの2種類があるんですが、持ってみて驚いたのがその軽さです。28センチでも約 1150g、24センチなら約 850g。一般的な鉄の中華鍋はずっしり重いイメージがありますが、これなら普段のフライパンと同じ感覚で振ることができます。まずは中華鍋でホイコーローを作ります。鉄の蓄熱性が高いおかげで水分が出やすいキャベツも温度が下がらず一気に炒められます。
出来上がるのもあっという間。シャキッと歯ごたえの良い食感に仕上がるので、いつもの野菜炒めが格段に美味しくなります。家庭でも簡単に中華屋さんのようなホイコーローが作れるのは嬉しいです。中華鍋のもう一つの隠れたメリットが揚げ物です。底が丸くなっているので、通常の平底フライパンに比べ少量の油で効率よく揚げ焼きができます。深さがあるので油が飛び散りにくいのも魅力です。短時間で表面がカリッと固まり、中はジューシーに仕上がります。肉汁を閉じ込められるため余分な油を吸いにくく、後味も軽く仕上がります。そしてもう一つがこちらのエッグ&オール。焦げ付きにくいエッチング加工のおかげで卵焼きがスルッときれいに巻けた時は感動ものです。重さも 580g とペットボトル1本分ほど。しかもエッグ&オールという名前の通り、万能なサブフライパンとして活躍します。特徴はこの幅の広さ。幅16センチあるので、ちょっとした炒め物にも大活躍です。例えばお弁当や朝食作り、メインのフライパンを使っている間でもこのエッグ&オールがあれば、ベーコンやブロッコリー、目玉焼きを同時にまとめて作れます。このサイズ感がとても便利。大きなフライパンを出すまでもない朝食作りなんかはこれ一つで完結しちゃいます。ちょっとだけ使いたいという時にさっと出せる気軽さがこの商品の大きな魅力です。デザート作りもこれ一つ。生地を流してバナナを置き、卵焼きのようにくるくる巻いていくだけ。今は簡単なバウムクーヘンを作っていますが、パンケーキやフレンチトーストも外側がさっくり焼けて美味しいです。特別なケーキの型がなくても簡単に作ることができるのも魅力です。鉄フライパンへの最後の不安要素、お手入れについても見ていきましょう。このゼロフライパンシリーズはお手入れも驚くほど簡単です。洗剤は基本的に不要で、お湯とスポンジで洗います。独自のエッチング加工のおかげでこびりつきにくく、軽い焦げ付きならお湯でふやかすだけでスルッと落ちやすくなります。取っ手は木製なのでなるべく濡らさないようにします。完全に濡らさないのは難しいですが、洗い終わった後に水気をしっかり拭き取れば問題ありません。あとは火にかけて空焼きするだけ。これで完了です。そして以前視聴者様からいただいたコメントで知ったのですが、毎日使う場合は空焼きをした後に油を塗らなくても問題ないんだそうです。私はほぼ毎日このフライパンを使うので油は塗らずに保管していますが、全く問題ありません。
長期で使わない時だけ薄く油を塗って保存することで錆の心配なく長く使えています。トゥーベストクッカーのゼロフライパン中華鍋とゼロフライパンエッグ&オール、いかがだったでしょうか。以前の私は鉄フライパンイコール焦げつく、重い、手入れが面倒というネガティブなイメージしかありませんでした。でもこのトゥーベストクッカーゼロフライパンシリーズはそのイメージを完全に覆してくれました。最先端のエッチング加工と窒化処理のおかげで使い始めのハードルは驚くほど低く、そして鉄本来の料理を美味しくする力はしっかり持っています。今回ご紹介した商品の詳細やご購入ページは概要欄にリンクを貼っています。この動画が皆さんの鉄フライパンに対するイメージを変える一つのきっかけになれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。